皆さんこんにちは。コーヒークラフトのルシア・ティエンです。今日ですね、レザークラフト CAD の、バージョン1.3.7 をリリースしました。ですね、今回はですね、かなりアップデートの内容が多岐にわたっていてですね、この動画ではですね、主な変更点というのをお伝えしようと思います。まず1点目がですね、この作業グリッドの、スケールですね。はい。今までこれついてなかったんですけれども、やっぱりこれあると便利ですよね。この長さが、50ミリ、つまり5センチだということがわかるので、パッと見たときに、これぐらいが5センチってことは大体10センチちょいかなっていうのが一目でわかる。で、これを当然グリッドを、ズームイン、ズームアウトすると、このスケールも当然変わっていくというような形になっていますので、これですね、便利なんでぜひぜひ使ってみてください。次がですね、いよいよですね、図形の拡大縮小サポートをしました。前回のバージョンでは図形の回転をサポートしたんですけれども、今回のバージョンではですね、ついにですね、拡大縮小ですね。例えば、これだけちょっと、大きさを変えたいなとかいう場合に、やり方はですね、2つありまして、1つはマウスを使う方法と、もう1つはキーボードのホットキーを使う方法ですね。マウスの方なんですけれども、コントロールとシフトを押しながら、マウスホイールをぐりぐり回すと、こんな感じでですね、大きくしたり小さくしたりっていうのをやることができます。もう一つのですね、キーボードを使うやり方なんですけれども、コントロールを押しながら大括弧ですね。これを押すと、こんな感じでですね、大きくなったり小さくなったり。これですね、1% ずつ大きくなったり小さくなったりします。で、コントロールとシフトを押しながら大括弧を、押すと、この 5% ずつですね、大きくなったりちっちゃくなったりします。これシフトもコントロールも押さないと、大括弧ですね、この回転ですね、になります。で、コントロールと一緒にやると、拡大縮小になるということで、回転とね、セットで覚えていただくといいかと思います。はい。それでは新機能の3番目ですけれども、こちらはですね、円弧ですね。円弧の、角度というか、長さがですね、後から変更できるようになりましたと。今円弧1個書いたんですけれども、今までのバージョンは、これ1回書くと、このですね、角度、この長さは変更することできなかったんですけれども、このバージョンからはですね、こんな感じで、この端っこをつまむと、角度を調整することができます。しかもこの今何度なのかっていうのがここにですね、マウスカーソルのところにちょうど表示されるようになってまして、5度ずつちょっとスナップが軽く効くようになってるんで、例えば45度ぴったりに収めたいっていう時はここで止めてあげるということができるようになってます。もちろんこっち側もですね、できますね。はい。75度にしたい時はここで、はい、こんな感じで75度で止めて、マウスを離せば、75度になります。はい。これに関連してですね、円弧を選んだときに、ここの下に表示されてるやつ、ここに、どこだったっけな、つけたんだよな、これだ。ここに75、ディグって書いてあるんですけれども、75度ですよというのがここに表示されるようにしています。その次、4番目もですね、実は円弧関連でして、ちょっとこいつ回転させましょうか。よいしょ、回転じゃない、こっちだ。こんな感じで回転させておきましょうと。ですね、円弧を、選択して右クリックをすると、ここにですね、黄金螺旋を描くというのが書かれています。これ何かというとですね、こんな感じで、この円弧から続く黄金螺旋ですね、黄金螺旋の比率っていうのがあって、昔からですね、何か美しいものって黄金螺旋の比率になっているみたいなのがあると思うんですけれども、それの黄金螺旋を書いてくれるという機能をつけました。こんな感じでですね、回転したりとかも拡大縮小もできますね。はい。例えばですね、こういうカードケースみたいなのを作って刻印を打つと。で、刻印を打つ場所を、この黄金比のこの辺に打ちたいな、打つと多分かっこよくなるなっていう、想定があったとすると、こいつをですね、ちょっと拡大してあげて、これ回転しちゃった。拡大してあげて、こんな感じですかね。ちょっと大きくなりすぎたかな。たまたまこのカードケース黄金比ぐらいの大きさなんで、本当はですね、この辺にロゴが、先頭が来るといいとか、そういうな感じなのかな。で、次もですね、実は黄金比関連なんですけれども、さっきはですね、円弧から黄金比を作るっていうようなそういう機能でした。例えばここからでもできるんですけどね。黄金螺旋を描くと。こんな感じでですね、黄金螺旋を作ることはできるんですけれども、こうじゃなくて、例えば、70センチ、ごめんなさい、70ミリだ。70ミリの短辺、こっちがですね、70ミリと分かっているときに、じゃあこっちをどれぐらいにしたら黄金比になるんだろうっていうのが調べたいときは、こんなやり方をするよりももっと早いやり方があってですね、これですね。
ここに黄金比ガイドっていうのと白銀比ガイドっていうのがあります。黄金比ガイドをクリックすると、これ、短辺ですね。短辺の長さ、短い方の辺の長さを聞いてきます。でここで 70mm なんで70と入れてあげると、ここからですね、70mm の黄金比をこうやって書いてくれますね。ですので、これね、もう最初から実は黄金比になるように設計したんでぴったり合ってますけど、この横側を何ミリにしようかなって悩んでる時に、これをですね、出してあげると、黄金比、美しく見える形っていうのを、一発で知ることができます。あとはね、デザインとかで、ここに何かを、アイコンとか、何かデザインを持ってくると、バッチリ決まるみたいなのがあったりするんで、これをですね、例えば反転してあげたりとか、こんな感じですね。左右反転したり、上下反転したりして、デザインをですね、決めるのにちょっと役に立つかなという機能です。これと同じようにですね、黄金比じゃなくて白銀比というのもあって、こちらですね、白銀比。これも同じように、じゃあ、短辺が70だとどうなりますかと。これ、白銀比って、いわゆる紙のサイズでいうと A4 とか B5 とかそっちの方のサイズのことですよね。こうするとですね、白銀比だとこういうサイズになりますよと。短辺が 70mm だったら、横はこれぐらいの、サイズで物を作った方が、例えばパスポートとかね、そういうのは白銀比に従ってるんで、このサイズに従ってデザインするといいですよというようなのが一発で、できるようになってます。これもね、なかなか便利なんで、有効に活用していただければと思います。これ、縦にしたかったらですね、回転機能を使って、こんな感じで縦に回転してあげればよろしいかなと思いますので、はい、こんな感じで縦にもできますから、やってみてください。はい、次はですね、マンダラ機能ですね、マンダラ。ちょっとじゃあ新しくしましょうか。はい、マンダラ機能とは何ぞやという話なんですけれども、こんな感じでですね、マンダラ模様をこのレザークラフト CAD を使って描くことができる、簡単に描くことができるという機能です。で、これはですね、2ヶ月ぐらい前かな、ジャパンレザーアワードで、ユーザーさんにですね、こういう機能があったらいいなというようなリクエストを受けた機能の一つです。この機能はですね、こちらのマンダラボタン、ここをね、押すと、こちらにですね、マンダラの、オプションパネルというのが出てきますので、ここを使って、ここ今編集モードがオフになってるんですけれども、これをマンダラモードをオンにすると、こんな感じでですね、マンダラの、ガイドグリッドみたいなのが表示されて、ここを中心に、マンダラ書きますよというような編集ができるようになってます。で、ここですね、この白い線とこの赤い線があるの分かると思うんですけれども、こんな感じでですね、はい。ここに、ここだ。分割数ってあるんですけれども、要するにこの360度を今6分割してます。この白い線がですね、それぞれの大きな区画を示してまして、6分割なんで、360だから60度ずつかな。60度ずつ。で、この赤い線はですね、それぞれの区画の中間がここですよというのを示しています。で、このモードに入ると、こうやってね、動かすと、全部の区画で同じように、物が動きます。動かすとき、例えば物をですね、動かすときはこんな感じでリアルタイムですけれども、エッジを動かすときは、ちょっと遅れて、ここだけ変更したら、周りもついてくるみたいな、そんな感じになるんですけど、すでにあるものを編集することも当然できますし、例えばこういう、基礎的な図形を使って、線書いてみたらこうなりますねと。ここから、例えば、こんな線を書いてみますと。そうすると、他のところにも同じように線が書かれるというような機能ですね。で、これ、例えばね、これを、直線になってた。選択にして、ダブルクリックで、つながっている図形を選択しますと。で、これをですね、動かすと、こんな感じで動かすこともできますし、あとは、よいしょ。これとかも、形を変えてみたいっていう時にはこうやって変えると、一気に他のものも変わるというようにですね、マンダラって、ツール、イラストレーターとかでもマンダラ書くような機能はあったりするんですけれども、意外とね、こういう、フリーツールで、なかなかこういうマンダラが書けるものって、世の中にそうそうはないみたいで、これベクター情報を保持したまま編集できるツールっていうのはなかなかないと思うので、ですね、マンダラ興味ある方はですね、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうかと。これね、結構面白くって、こんな風に、なんかね、全然予期しない、ちょっとこの直線の邪魔なんで消しますけど、
なんかこう、一つの区画に書いたものが全部にこうね、展開されると、なんかこう、思っても見なかったようなこう、動きをするときがあるんですよね。例えばですね、こいつを、こうね、変えてみると。なんかこう、全然こう、風景が変わってきますよね、これでね。なので、なんかね、これ、本当やってると無限に遊べるって感じなんですよね。これなんかさっきの、黄金螺旋を使って、この胸像を作って書いたりしてるんですけれども、こういうのも、例えばですね、これ一遍消してみますね。例えばこういうのも、赤い線を軸として、胸像を作る、ミラーを作るっていう機能もあって、コントロール Y、もしくはその、右クリックして、マンダラってあるんですけれども、マンダラセクションの、内でミラーを作成ってあるんですが、こうすると、ここでね、胸像が作られたりして、こんな風にですね、いろいろ試していると、なんかね、瞑想というか、マインドフルネスというか、なんかそういう境地になんかこうね、陥ってくるんですよね。ちょっと面白い体験ができると思います。僕なんかもこれ最初作った時に2時間ぐらいですね、これでずっと遊んでましたね。なんかいろんなものを作ってみて、こんなものができるのかと。なんかこうデバッグしながらですね、いろいろ作って遊んだりしてました。はい。というわけでですね、これね、すごくいろんな機能があって、この動画では語り尽くせないので、ちょっと別の動画を用意しましたので、興味がある方はですね、そちらの動画を見ていただければと思います。あとはですね、線の太さですね。線の太さも変えられるようになりました。これはね、マンダラ機能のために作ったような機能なんですけれども、こうやってですね、選択して、で、オルトキーですね。Windows だとオルトキー、Mac だとオプションキーですけれども、を、押しながら、マウスホイールをですね、こうグリグリすると、線の太さ、こんな感じで変わります。はい。わかりますかね？これで今変わってる。はい。こんな感じで線の太さを変えることができますので、マンダラ機能で特に有効だと思うんですけれども、他の機能、マンダラじゃない機能でもですね、これ、線の太さを変えることができますので、必要であれば使ってみてください。あとはですね、いくつか細かい改善があるんですけれども、そちらに関してはですね、更新履歴がメニューからですね、見れますので、こちらのヘルプの更新履歴ですね、こちらから見ることができるので、気になる方はですね、確認してみてください。はい。以上がですね、バージョン 1.3.7 の更新内容に関するお知らせでした。いろいろですね、新しい機能も加わって、それからですね、ズームイン、ズームアウトとかも今まで以上にこうナチュラルに感じるように変えたりとかですね、細かいアップデートも入ってより使いやすくなってますので、ぜひぜひトライしてみてください。はい、それではですね、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。